こんにちは、渡辺光です。今回は既製服から型紙を取るという、大まかな、要領的なものを解説してみたいと思います。私のソーイング教室の講手芸部でも割と要望が多いのが、自分がずっと着ていた既製服、前に買ったものなんだけれどもすごく気に入って、すごく長く着て、割と着倒したんだけれども、色違いが欲しいと思った時にはもうそのシリーズが終わっていたとかもう売ってなかったとかっていう感じで、その洋服を採寸してそれで型紙を作って、でその服を再現したいという要望は、割と多いんですね。それで実際にはちょっとなかなか複雑な細かいところとか、はちょっとやっぱり難しいところはあるんですけれども、できた既製服をほどかないで、型紙が取れるよっていう。まずは寸法を測りたい服を平らにして、置きます。で、この服から寸法を取っていくんですけど、そのメモ的なものとして、この服がどういうパーツからできているかというのをまず、メモに書きます。大きくは3つのパーツからできているんですけれども、これが洋服トップスの服の基本でもあります。まずは前身頃、こういう形をしています。で後ろ身頃、こういう形をしています。そして、袖、でこれは囲み製図というものなんですけれども、これに対してこの寸法を出すのにも必要なんですけど、案内線というものを書いていきます。この赤線で書いたのが案内線なんですけれども、これが基本的な形で前身頃、後ろ身頃、袖になります。でこれはちょっとこういう形をしているということで覚えるしかないんですけれども、実際のパターンというのはもっと複雑でいろいろ工夫がなされているんですけれども、これ大体基本的な形になります。この図は洋服から採寸した数字を書くもので、比率とかはいい加減です。適当です。それでは服の方から採寸をして、先ほど書いた図に数字を入れていきます。で道具として使うのは、方眼定規2本と、メジャーを使います。でまずは、これをちょっと後ろの方に返します。で身幅というところから測っていきます。身幅というのは、洋服のバストにあたるところで、この部分になります。このちょっと袖をこういう風にして、で広がってるところですね。ちょっと広がってるところで、そこを、で型紙としては、後ろ身頃はこれになるんですけど、型紙というのは全体の4分の1ずつでできています。後ろ身頃だったら、目に見える後ろ身頃の半分で
できているんですけど、身幅というのはここになって、本当の出来上がりの後ろ身ごろの、寸法の半分になりますが、洋服から取る場合は全体を測って半分にするのがいいと思います。それでここを、測ります。で、立体になってる出来上がった洋服というのはちょっとへこんでいるというか、縫い代とかがちょっとへこんでいるので、測って反映する数字は、やや多め、49.5 だったら50にするとか、ちょっと多めにした方がいいかなと思います。今回はこれが50なので、この後ろ身ごろのここの、幅は25にします。で、今回はちょっと容量だけなので、前の方の幅も同じにします。実際は片方が多くなっている服が多いんですけれども、今回はちょっと容量だけを説明するということで、同じ寸法であるというふうにします。今度はこの丈の部分を測っていきたいと思います。着丈と言われるものですけれども、既製服でもネット通販などの洋服の説明のところで着丈として、書いてあると思いますけれども、今回の場合はこの後ろ襟ぐりのところから、裾までの寸法になります。でこういうふうに測って、59.5 だけども、60ということにしたいと思います。この長さが60です。で、この60が出たら次、この上の部分と下の部分の数字を出していきたいです。バストのところにメジャーを置いて、で50なので真ん中の25、この25を通る、垂直線、そこに方眼定規を置きます。それで測っていきます。でここから、ここまではこのメジャーの、上の線の方になりますけど22で、この上の方は22になります。でさっき全体で60という数字を出したので、この下の方は引き算をして、38、こういうふうに出します。で今度は後ろの襟ぐり、後ろ襟ぐりを測っていきたいと思います。後ろ襟ぐりはこの幅と深さどれだけ、ちょっとこう曲がってますよね。なのでこの幅と深さを測ります。15センチ、そしてその半分の 7.5 のところの深さで見ます。そうすると 1.5 になるので、ここが 7.5、そして深さが 1.5 ということになります。そしてこのままこの肩を測ります。で肩も、案内線の通りに垂直線で、測りたいです。でこういうふうに方眼定規を当てて、ここから13センチで5センチ下がっているということになるので、こういう13センチいって垂直に5センチ下がっているというふうになります。それでは次に、この袖ぐりのカーブの案内線を測っていきます。でここが袖ぐりなので、この案内線のような、斜め線は、今目に見えてはいないけれども、こういうふうに
通ってるということになります。ちょっと案内線を1個忘れていましたが、ここにこの深さを示す案内線が必要になります。それがどれだけ深いかというのは、こういうふうに合わせて、それで一番深いところがいくつ上がったところになるかというのを見ていきます。これだとだいたい7センチ上がったところの3センチ、そうすると7センチ上がったところの3センチの深さであると。ここは直角になります。なので方眼定規で、測るといいですね。今回は、ちょっとこのウエストのラインは、実際はちょっと少しシェイプしてるんですけど、今回は大まかな囲み製図、洋服から寸法を取って囲み製図を書くという大まかな説明にしたいと思いますので、ちょっとここのウエストはまっすぐっていうことにしたいと思います。なのでこの裾の幅も同じであるということにして説明したいと思います。次は、前の方の採寸に行きたいと思いますけれども、こちらも今回はちょっと大まかな説明ということにしたいので、実際は前と前身ごろと後ろ身ごろというのは、ここの長さとかもちょっと微妙に違っている洋服が多いですし、さっき言ったこのシェイプの具合とか、あと前下がりっていうちょっと前が下がってたりとか、あと後ろの方が下がってるものもあって、こういう単純な形ではないんですけど、今回はちょっとざっくりとした説明ということで、前も後ろも、襟ぐり以外は同じという形で、やっていきたいと思います。そうすると後ろを測ったことによって分かるのは、この襟ぐりの幅、肩の幅、そして下がり具合、そして袖ぐりも実際は前と後ろって違うんですが、このくらいはちょっと差をつけておこうかな。この、7センチは同じだけど、通常だいたいちょっとね前の袖ぐりの方が深いものなので、ちょっと4ということにしておきましょう。それ以外は、同じことにして、そうするとここも、同じなので38ということにし、ここも同じだから25ということにして、そして、ここの上半分の長さも、同じにしたいので、そうすると、この部分は 1.5 プラス22の、23.5 で、明らかに違うのはこの襟ぐりの深さなんですね。通常前の方が深くなっています。それを測りたいと思います。前身ごろの深さというのはここになります。でここがこの後ろ襟ぐりの上から何センチ下がっているかというのを見ていきます。8.5 なので後ろの深さの 1.5 を足して、でここが10ということになります。そして次に袖の寸法を測っていきたいと思います。まずは袖丈を測ります。で袖丈はこの袖口から袖山の、部分までを測ります。52センチ。でここは52センチで、袖口を測ろうかな。で袖口は
もう半分というか筒になっているので、12として、こちらにはその倍の数字を書いておきます。24センチと。で、次にこの袖山の高さ。袖山はこの袖の、脇の下のこの付け根のところで、ここに、方眼定規を置いて、そしてこの高さを測ります。14と、ここが14と。で、こちらの残りは52から、引いて出すことになります。で、あとこの幅があるんですけど、これは、一応測っておくのですが、16.5 だから、33か。これも、もう筒になっているので、その倍として33と書きます。で、ここのところは測っておくんですけれども、このカーブの書きようで多少ちょっと前後するかもしれない数字になります。これで実際の型紙を作っていきたいと思います。今回ちょっとポケットは省略します。そして今回使った形がボタンとかのこの重ならない形なので、この形として説明していきます。では引いていきます。後ろから引いていきたいと思います。紙は製図用紙として、手芸店などに売っているもので、白いものです。これは方眼のあるタイプとかいろいろあるので、使いやすいものを使ってください。文房具店だとハトロン紙として売っています。後ろ身ごろはここが輪になるので、紙の端を利用して、ここをそのまま後ろ中心に、してしまいます。で、上の部分をそれでちょっとよく見えるようにサインペンで、書きます。まずはこの赤線の案内線を引きたいです。で、紙の縁を利用して垂直線は引くといいと思います。ちょっと3センチ入ったところにまず引きます。で、この 7.5、13 というものの印をつけます。ここが 7.5 で13と。それでこの5下がるというのを直線を先に引いてしまいます。で、ここも5センチ下がって、で、この片線を引いてしまいます。引きます。で、次は、バストの線を引きます。1.5 下がって、それから22。で、ここに垂直線を引きます。方眼定規でやってもいいと思いますけど、こういう三角定規とかがある方はこうすると垂直線がちゃんと引けるかと思います。で、このバストのところは25なので、印をつけておいて、で、この下は38。38で、このバスト線から38なので、で、こ
これを25。でここはまっすぐつなぎます。そしてこの袖ぐりのカーブを引きます。まずはここを結んで、それで7センチ上がって3センチ入る。7センチ上がって3センチ入る。ここが一番深いカーブを引いていきます。で、この肩からの入りは垂直にしておきます。で、少し引いておきます。で、ここに自然につながるようにこのカーブを引いていきます。で、これはちょっと鉛筆とかだったらここを通るようにこうカーブを引いて、それから清書していくという形でもいいですし、こういう D カーブルーラーっていうものがあれば、この一番深いところを通るカーブ線を合うものを探しながら、これは一気に全部一度で合うということではなくて、このちょっとおおよそに引いた線を頼りに、少しずつ引いていきます。例えばここからここまで、それで裏返したりとかして、それでこのさっき引いた垂直線に自然に合流できるように、引くようにして使います。そしてこちらの襟ぐりの方は、この後ろ中心側はやはり垂直にしたいのでこんな感じにして、で、このポイントからのカーブを引きます。これも D カーブルーラーを利用して引いてもいいです。で、前の方は前中心の方に後から縫い代をつけたいので、その縫い代の分を1センチ取って線を引きます。で、この上の方は紙の端から3センチぐらい取って、中心側から 7.5、13、それでこの肩の下がりのところの5センチを引きます。で、肩を結びます。そして今度はバスト線を引きたいので、上から襟ぐりの10と全体では 23.5 で、そこに25センチの垂直線を引きました。で、この袖ぐりを引くための案内線としてここを結んで、そしてこの脇の下から7センチ上がって深さが4センチで、こういうカーブを引きます。先ほどと同じように肩からの入りは垂直にして、こういう感じにします。前の襟ぐりを引きます。で、ここもおおよその感じを引きます。そしてここのところは後ろとつながりが良くないといけないので、この前身ごろを切り離して後ろの襟ぐりとのつながりの確認をします。で、後ろの襟ぐりとの確認は、この透けているのが見えるでしょうか。この肩線を合わせて、
そして後ろの襟ぐりときれいにつながっているかというのを見ます。今ここちょっと写し取るとこういう感じになっています。これでこう滑らかにつながっているので、よしとします。ここがこういうふうに尖っているとかというつながり方だと良くないので、その場合は滑らかにつながっているようにこう両方合わせて修正して、でそれをまた写し取ったりします。でこちらの、肩の方は、入りを垂直にしているので、そうすると、つながりがいいです。これはまあ必ずしも垂直じゃなくてもいいんですけど、垂直にしとくとそういうつながりがつながり方が綺麗になって楽だということです。で袖を引く前に袖の山とこの袖ぐりの長さが合わないといけないので、袖ぐりの長さを方眼定規で測っておきます。この袖ぐりを方眼定規をこういうふうに曲げて、こうして測ります。21.5 で後ろの方も測っておきます。でこちらは 20.5 では袖を引いていきます。まずはこの十字の案内線から引きます。でこれはまあ適当に横線を引いて、この袖山の高さを14にしたので14ですね。前の方の袖ぐりは 21.5 の長さになっています。で案内線は、この袖ぐりの長さ引く 0.5 で引きます。前は左側なので、この頂点から、この横線に、ぶつかる斜め線を21センチの長さになるように引きます。21になる線を探してですね。でこう引きます。そして後ろは 20.5 なので 20.5 引く 0.5 で、20の案内線を引きます。この頂点から横線までが20ということで、こういう案内線ができました。でこの幅がいくつかなということで30になっています。で、こちらさっき測ったこの袖幅、さっき測った袖幅は33になっています。少しこの山を低くして33、32ぐらいちょっと近づけようかな。でここにまた再び案内線を21、これで今度はこちらの方から21になる線を引きます。でこの山にすると後ろのこの案内線の20は少し、広くなります。これで、32にちょっと 32.5 になったので、だいたいこれでいいかなと思います。袖山の方は少し低くなりました。でそうするとこの袖の長さはここから測るので52
横線の、袖幅は、前の方が少し長いので、この袖口の比率も少し前の方を、長いような比率にします。全体では24なんですけど、半分で、分けると12になりますが、少し前の方を長くしたいので 12.5 と 11.5 というふうにしました。ここの比率はこの袖幅の比率と同じにします。比率といっても厳密じゃなくて、ちょっと広い方は広い方にすると。それで結んでいきます。こういう感じで案内線ができました。で、この袖山を引いていきますけれども、ちょっと難しいんですけれども、この案内線を半分で、案内線の2分の1のところに、印をつけます。前の袖ぐりの山は、この真ん中のポイントの近くを通るように、S 字のカーブ線を引きます。こんな感じのカーブ線を引きます。で、このカーブ線が、前の袖ぐりの 21.5 になっているかどうか測って、それで調節をします。21.5 だいたいいいです。で、これがここの深さがポイントになるんですけど、もし長かった場合はちょっと浅い山に直していくというふうにします。で、今回はこの前の方が良かったと。それで、ここから、後ろの方はこの S 字にならないように、この案内線に対してこういう感じのカーブを引いていきます。で、ここの山のところは尖らないように、このカーブが 20.5 になっているかどうか、2、3ミリの違いはいいと思うんですけど、20.5 になっているので、これで出来上がりです。縫い代は方眼定規を使ってつけていきます。で、このまま出来上がりの状態の型紙にして、それで布で縫い代をつけても問題ないですけれども、私はこの型紙の段階で縫い代をつけてしまっています。だいたい1センチで、裾とか袖口を多めにするというのが基本的な縫い代の付け方ですけれども、1センチつける場合はこの方眼定規で1センチのところに合わせてこうつけていきます。そしてこのカーブ線、ちょっとぐちゃぐちゃして分かりにくくなってますけど、私自身はちょっと分かるので、このカーブ線のところのカーブへの縫い代の付け方は少しずつ、つけていきます。今ここが1センチになっていて、こう順番にこうぐるぐる回しながら1センチの位置を合わせてつけていきます。そうですね。で、こちらの袖下も1センチつけます。そして袖口は3センチにしてみましょう。で、3センチつけます。そしてここの部分が
既製の型紙とかも見ると分かるんですけど、少し広がっています。でここの広げ方は切る時にやるといいかなと思います。でまずはこっちの縫い代の方を切って、でこれを出来上がり線で折ります。でこの出来上がり線で折った状態でこの袖下の線と一緒に切ります。そうすると開いた時にこう広がっているということになります。これは縫う時にこういうふうに折り込んで縫うので、ちょっと広げておかないと足りなくなってしまうということですね。ここでこう1センチとか折ってこういう感じになります。今度は見返しというものを取ります。でこの洋服、シャツとかジャケットなどには、こういうふうに返してもらうと、ここに裏側についているものが、見えるかと思うんですけれども、それを見返しというふうに言います。でそれが必要になるので、ここの部分の、型紙を作ります。でここの型紙は、これは前見返しというものなんですけど、前身頃の裏側についているので、この前身頃から、取っていきます。でこの後ろ身頃は後ろ身頃のこの襟ぐりの部分から、取っていきます。こういう形をしてるんですけれども、これの幅を測ります。3.5 ぐらいかな。で 3.5 ということにして、この後ろ身頃の襟ぐりの、ここの部分ですね、ここの部分、均一に 3.5 センチで、取っていきます。これは先ほどの縫い代をつけた時と同じような感じで、この出来上がり線から 3.5 センチの線を、この辺は直線なのでこういう感じでつけていきます。でここの肩の部分も 3.5 センチにしましょう。ここはちょっと広めにしたりとかしてもいいんですけど、一応同じでこういう感じの線が引けました。で、型紙としてはこれをそのまま写すことになります。続けて前見返しの方も作ってしまいたいと思います。で前見返しはこうつながるものなので、この肩のところは 3.5 センチです。で 3.5 センチ。それでここからこういう感じでいくんですけれども、ここは 6.5、7センチっていうことにしましょうかね。でこの辺が7センチということなので、出来上がり線から7センチの線を引きます。それでこことつなげます。でここは肩線からは垂直に入って、でここはカーブ線でつなげたいのですが、D カーブルーラーを使ってこういう感じかな、こういう線を引きます。でこの部分は、この出来上がり線の分は写し取って、そして縫い代は、こっちの、内側の端は、ロックミシンで、始末するということであれば縫い代をつけないで、丁寧に1センチで折り込んで、縫いたいという場合は1センチの縫い代をつけます。でそれ以外のところは全部1センチ、裾も1センチ、身ごろの方の縫い代よりも少なくつけます。
はい、では見返しを写し取ります。この型紙の上に、紙を乗せて、それでまず出来上がり線を写し取ります。でこのハトロン紙だと透けるのでいいです。で縫い代をつけます。この縫い代がついてるところはそのまま写し取ります。これが前見返しになります。で後ろ見返しも写していきます。はい、これが後ろ見返しになります。この中心の部分は輪で、立つので、こういう二重半円の印をつけておきます。はい、これで型紙の全パーツができました。今回は、大まかなざっくりとした説明なので、またこれと違うものはおいおいやっていきたいと思います。